4、連戦の法則。成功哲学では、普段仲良くしている5から7名の友達の平均値があなたの将来だとよく言われます。これは成績でも同じことなのです。あなたの普段仲良くしている5から7名の友達の成績を思い浮かべてください。そして、その5から7名の成績を足して人数で割ってください。その成績があなたの将来の成績になる可能性が高いのです。社会人の場合は、成績を資産と読み替えてください。可能性が高いと書いたのには理由があります。必ずそのようにはならないからです。なぜかというと、例えば、学年の中で1番から7番までの7名と友達になったとしても、その友達と普段ゲームの話しかしていなかったとしたら、ゲームのレベルがその7名の平均値に近づくだけで、成績は近づきません。この7名の友達と普段勉強の話をしているとしたら、7名の成績の平均に近づくでしょう。それから、5から7名の平均と書いたのも意味があります。一般的に普段親しくしている友達の成績はバラバラである場合が多いからです。私の経験をお話ししましょう。私は中学2年生の時、友達の中でも特にクラスで仲良くしている友達が2人いました。クラスの中ではいつも3人でいました。その2人は学年でもトップクラスでした。2人の会話はなぜか勉強のことで討論していることが多く、私は2人の議論をいつも聞いていました。当時の私の成績は中くらいでしたので、はじめはちんぷんかんぷんでしたが、時間が経つにつれて、次第に2人の会話が理解できるようになっていきました。次第に2人の会話にも入れるようになり、成績も上がっていきました。さらに、このうちの1人から、生徒会の副会長に立候補したい、と相談を受け、私も生徒会の初期に立候補することになりました。運よく2人とも当選をしました。こうして、生徒会活動を行うことになったのですが、生徒会の人々は、みんな成績が上位で少しだけ成績が上がっていったものの、私だけが成績上位者ではありませんでした。成績上位者に囲まれた生活は、最初の方は、自分がこの中に合わないのではないか、と思ったりしていましたが、時間が経つにつれて、その空間の雰囲気にも慣れてきて少しずつ違和感がなくなっていきました。生徒会とクラスの親友と、成績上位者に囲まれて、次第に成績も生徒会メンバーのみんなに近づいていったのです。ここで誤解があるといけませんので、補足しておきますが、今いる友達と別れたりしなければならないというわけではありません。友情はとても大事です。今いる友達は大切にしてください。いつもオンラインでスマートフォンなどで会話をしながらゲームをすることが多いかもしれませんが、これだけではダメだと言いたいのです。ライバル関係は競争をしたり、助け合ったりして、自分も相手も基準、レベルが上がっていきます。また、私は中学3年生の時、クラスの中で2人の仲の良い友達ができました。成績も同じか少し上くらいのライバルでした。3人で誰が一番良い成績を取れるか競争したりしていました。毎回競争をしているので、3人の成績は少しずつ上がっていき、結果的に3名は第一志望の高校、学校群に無事合格することができたのです。もし3人がライバル関係になかったら、自分も相手もお互いにレベル、基準を上げることができず、第一志望の高校には合格できなかったでしょう。あなたのライバルは誰でしょうか？私は2008年にあるセミナーに参加して、自分の人生の目標として本を出版したいと思いました。本は偉い人が書くものだから、出版なんて絶対に無理だという悪魔が囁いてきましたが、同時にあなたも出版してみたいのでしょと天使も囁いたのです。本を出してみたいとアンテナを立てていると、類は友を呼ぶと言いますが、いつの間にか
本を出版している知り合いが増えていきました。たくさんの知り合いが出版しているので、本を出すのも夢ではないと思えるようになってきたのです。みんなができていると思うことで、自分にもできるという感情が生まれます。それで、今、私はこの原稿を書いているのです。質問1、あなたは自分より基準の高い人と友達になっていますか？質問2、あなたは自分より基準の高い人と仲良くなろうとしていますか？質問3、あなたは自分より基準の高い人とどのような会話をしていますか？